はい、整体院院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、肩の痛みでお悩みのあなたにですね、痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、前回と引き続きですね、四十肩五十肩のセルフケアシリーズさせていただいております。はい、前回はですね、上にこう上げると痛い方に対してのですね、セルフケアっていうところをお伝えさせていただきました。で、今回はですね、後ろに回すと痛い。エプロンだったりとか、女性の下着だったりとかですね、こうすると痛いですっていう方、結構多くいらっしゃるんですね。で、それの改善方法っていうところをお伝えさせていただければと思います。結局ですね、これも肩がですね、こう入っていくことによって、肩甲骨が動かなくなりますから、肩に負担かかって痛くなっちゃうんですよ。なので肩甲骨の動きを良くしたいんですけども、肩甲骨の動きを悪くしてるのはこの手首なんですね。手首の動きが硬くなることによって肩甲骨が外に出てきてしまって、結果的に肩が痛くなっちゃってる。なので手首の硬さを取ってあげないと根本的に治らないんですよっていうことをですね、前回もですねお話しさせていただいて、今日もお話しさせていただきます。でも理論はですね置いておいてですね、もう騙されたと思ってやってみてください。後ろに回すとこうすると痛いです、こうすると痛いです。こうしても後ろに回すと痛いっていう方はですね、結局のところ内側にねじれすぎちゃってるんですね。内側にねじれすぎちゃってるから肩にテンションかかっちゃうんですよ。ってことは手首がですねこう曲がっちゃってるんですね。極端に言うとこういう動作をこうしすぎなんですね。こういう動作とかこういう動作をしすぎで、こういう動作って下にこうグッと小屈っていうこういう動作なんです。そうするとここが硬くなるんですね。はい、この筋肉が硬くなります。でこの筋肉っていうのは、長小筋っていう筋肉なんですね。長小筋、はい、長小筋っていう筋肉です。はい、興味あれば調べてみてください。この、場所をお伝えします。これはですね、見つけ方として手首をこう上げるとここにむくって硬くなる場所、ぐっと硬くなる場所があるんですね。だいたいこの辺ですね。この辺にぐっと硬くなる場所があります。硬くなる場所で、筋肉分厚い筋肉ですから、肘を伸ばした状態だとなかなかこう負けちゃうんですね。はい、指で押そうとしても。なので肘を曲げた状態、この場所をまず見つけたら、ここを逃さないで肘を曲げていただきます。そうするとぐっと入りやすくなります。でかつですね、手首を曲げ、肘も曲げて手首も曲げて、手首をですねこう、内側、この状態だと内側にねじる、内側にねじっていく。はい、見づらいですかね。内側にねじっていく。はい、指が真ん中に向くようにしていただくと、さらにここ入るようになります。こうグーッとここにグーッと圧を入れるんですね。そうすると指先の方にこうジーンとしびれてくるような感覚があるんですね。はい、ここを捉えてあげるんですよ。はい、この筋肉をですね緩めてあげるんですね。はい、もう一回いきますね。この状態、手をぐーっと上に上げると硬くなる場所、まずここの場所を捉えていただいて、指を置いておいていただいて、肘を曲げて手首を曲げるとある程度圧が入るようになります。そうするとなんか硬いところがあるな、痛気持ちいいところがあるなっていう感じです。でこの状態で手を真ん中の方に向けます。軽くすると、でこの状態で力抜いてくださいね。でそうするとさらに入るんですね。さらにグッと入るようになります。でこの状態でしばらく置きます。はい、もう力抜いていただいて、この筋肉を緩めていくんですね。でこの筋肉が緩むことによって手首からの硬さが取れますから、そうすると肩がこう前に出て肩甲骨が動かない状態が解消されるんですね。そうすると肩甲骨が動く状態になりますから、肩の負担が減っていって肩の痛みが取れてくる。要は根本的なところから取れてくるっていうところなんですね。はい、だいたい1分くらいでいいと思います。1分くらいこうぐーっと押していただいて緩めていくんですね。この筋肉を一番硬いところをですねぐーっとこう痛気持ちいい感じで押してあげてください。私も手使うのでやっぱここパンパンです。はい、ここですね。このちょっと見づらいですけど、この場所です。伸ばした状態だと入らないですからね。曲げた状態、はい、でかつ手を真ん中に向ける。
そうするともう私押したところちょっと跡ついてますけど、ここが緩んでいくと後ろに回した時回しやすいはずなんですね。はい、なぜかというと手首の硬さが取れますから。手首の硬さが取れるってことは肩がこう前に出て肩甲骨が動かない状態で解放される。だから動かしやすくなるはずなんですね。今左の方がちょっと動かしづらい感じです。はい、なのでですね、後ろに回して痛い方っていうのはもう騙されたと思ってこの長小筋を押してみてください。で、押し方っていうのはこの状態だと押せないですから、肘を曲げて手首曲げて手を真ん中に向ける。で、これでぐーっと押してあげるっていう風にすると後ろに回すっていう動作がですね、やりやすくなるはずです。はい、っていったところで今日はですね、後ろに回した時には長小筋を緩めてあげることによって根本的なところからですね、四十肩五十肩の肩の痛みですけど、根本的なところは手首から来てますから、それをですね改善するセルフケアというところをお伝えさせていただきました。もしご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますのでご質問ください。またですね、次回はじゃあ肩甲骨の動き自体を良くしてあげる方法っていうところもお話しさせていただければと思うんです。結局のところ時間が経ってしまうと手首だけではなくって手首の動きを良くしたらやっぱり肩甲骨自体の動きも良くしてあげないと肩の動きってやっぱりまだ制限されてますから、そういったところもお伝えできればと思います。ぜひですね YouTube チャンネル登録していただいてお見逃しないようにしていただければと思います。はい、では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。